はい、皆さんこんにちは。ゆりんちの日本語ポッドキャストです。さあ、早速このチャンネルをご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは日本語のポッドキャストとして聞き流しに最適な動画を皆さんにお届けします。自分のレベルに合わせて再生速度を変えてお聞きください。今日は7月18日金曜日です。日本は夏なので毎日とっても暑いです。さあ、今日皆さんにこうしてお会いするのは初めてなので、今日は私の自己紹介とこのチャンネルの紹介、それから今日のテーマ、外国語の勉強で自分を好きになる、この3つについてお話ししていきたいと思います。それでは早速本題に入りましょう。まずは自己紹介をしたいと思います。私は日本に住む日本語が母国語の日本人で、年齢は20、年齢ってみんな言うものなのかな？わからないけれど、とにかく20代です。ここではゆりという名前を使おうと思っています。本名ではないです。今は日本で社会人をしています。仕事は公表しないですが、海外とか旅行に関連する仕事をしています。そして今は社会人をしながら学校にも通っています。どんな学校かというと、日本語の先生になるための学校です。社会人をしながら外国語の勉強をしているうちに、外国語の教育に興味が湧きました。それで私の母国語である日本語の教育、日本語の先生になりたいと思って学校に通い始めました。なので今は平日は会社に通って、土日は学校に通っています。毎日忙しくて死にそうですまだ日本語の先生ではなく勉強中ですが、日本語を勉強している人と接してみたくて YouTube を始めてみました。今後は日本語の先生らしい日本語についての内容もお話ししたいと思っています。今日は自己紹介のついでに、私の外国語学習歴、私の外国語学習の歴史、これまでどんな外国語をどのくらい勉強したのかについてお話ししようかと思います。まず私が普段勉強している外国語は英語と韓国語です。毎日勉強しています。英語はまだまだなので、今日は私の韓国語の学習についてお話しします。韓国語の勉強をいつ始めたかは明確には覚えていません。小学校の時になんとなく記号に見える文字が面白くて、ハングル、韓国語の文字を覚えました。それから中学生、高校生、大学生の時は特に韓国語の勉強はしていませんでした。それで大人になって会社に入社して、平日は会社に行って、土日は友達と海外旅行に行ったり遊んだりしている生活を送っていました。でもその生活がなんとなくつまらない、飽き飽きする、面白くないと感じ始めて、何かしたいなって思った時があったんです。そんな時に思いついたのが韓国語の勉強です。韓国旅行もよく行くし、最初は本当に暇つぶしで勉強を始めたんですね。そしたら3ヶ月後にはどっぷり韓国語の沼にはまってしまいました。
通勤時間中も家に帰ってからもずっと韓国語の勉強をしていました。最初の1年はそんな感じで1日に何時間も勉強しました。ある程度喋れるようになってからは韓国人の子と通話したり、韓国語のコンテンツを見たり、実践的な韓国語の勉強を続けています。韓国語の教室にもたまに通っています。でも最初は本当に喋ることが苦手でした。もともと人見知りも激しかったし、耳で韓国語は理解できるのに口から何も出てこない、全く喋れない時期も長かったです。でも今は結構喋れるようになってきました。私はこのような言語学習の歴史があるので、喋るのが苦手だった私が語学を習得したコツとか、日本に関することを広めることができないかなって考えていました。その時に外国語のポッドキャストを聞いて、あ、これは私がやりたいやつだと感じました。それで今回ポッドキャストを始めたわけなんです。私はまだ日本語の先生を目指している立場なので、至らない点も多いと思うんですけれども、できるだけ自然で普段私が使っているネイティブの日本語を伝えていきたいと思います。ということで、次にこのチャンネルについてご紹介したいと思います。はい、このチャンネルゆりんちの日本語ポッドキャストではですね、日本語を勉強する方々に向けてネイティブの自然な日本語をお届けするほか、日本で若い子たちに今流行っているものや、私の日本での暮らし、それから外国語の学習の方法、勉強の仕方など、さまざまな幅広いテーマで私ゆりがお話をします。先ほどお話ししたように、私もここ何年か毎日語学の勉強をしています。毎日のように教科書を開いて学んでいます。でもやっぱり教科書の内容ってお堅くて面白くない、つまらない内容のものが多いなと感じます。そういう時はいつもポッドキャストや YouTube の動画を見たりして、外国語の勉強って楽しいって思いながらモチベーションを高めています。なのでこのチャンネルも皆さんが日本語の勉強疲れたって時に気分転換になるような面白いお話を提供したいと思います。メイクしながらでも通勤しながらでも、なんとなく聞いていたらいつの間にか日本語の実力も上がってるって思わせられるような内容を提供していきたいと思っているので、楽しみに期待してください。ポッドキャストってリスニング、聴解の練習に最適だと思いますが、私はよく外国語のポッドキャストを聞きながら一人で相槌を入れてみたりして会話の練習に役立たせたりもしています。ゆるーく友達の感覚で聞いてもらうのもいいかなって思います。で、内容についてなんですけど、
実はすでに話したいテーマは30個くらいあります。今流行っているものとか、外国語学習のコツとか、日本文化とか、話したいことでいっぱいです。でももちろん皆さんの意見も聞きたいと思っています。日本について知りたいことがあれば動画を作るので、コメントでどんどん教えてください。さあ、少し話が長くなってしまいましたが、今日の話したいこと3つ目、今日のテーマ、外国語の勉強で自分を好きになるについてお話ししたいと思います。外国語の勉強で自分を好きになると聞いて、私の言いたいことは伝わりますか？まず、皆さんは外国語の勉強をして得られるメリットは何だと思いますか？外国語の勉強をすることでできるようになること、何がありますか？もちろんその言語を話す人とコミュニケーションが取れるようになります。その国の人と話したり、仕事をしたり、その国で働いたり、日本語であれば日本語でアニメを楽しむことができたりしますね。世界が広がります。私はそれ以外にも外国語を勉強すると自分のことを好きになることができると思っています。実際に私自身がこれを経験しました。私はもともと自分に自信がなくて自己肯定感が低かったです。自己肯定感というのは自分を否定せずに自分の長所も短所も認めて肯定することです。なので自己肯定感が高いということは自信を持って行動できることです。反対に自己肯定感が低いということは自分に自信がないということです。私はもともと自己肯定感が低かったです。大学生の時までそうでした。でもずっと自己肯定感を高くしたいと思っていました。自己肯定感を高くするために何が必要かずっと考えていました。そして社会人になると会社に自己肯定感が高い人が多かったんです。それで私は自己肯定感が高い人たちはなぜ高いかずっと考えていました。その人たちに共通していることは自分の好きなことと得意なことを持っていることだったんですね。簡単に言うと趣味と特技がある人が自己肯定感が高いと感じました。私はもともと趣味は旅行で、特技というとこれだと言える特技がなかったんですね。例えば学校のみんなで集まった時とか、会社の同期のみんなと集まった時に、この人たちの中で私は唯一これができると言い切れる、この人たちの中で私はこれが一番だと言えるものがありませんでした。そのせいで自分のことがあまり好きではありませんでした。でも韓国語がある程度できるようになった今は、自分に自信が出てきて自分を好きになることができました。韓国語ができるので韓国語でドラマを見ることができるし、韓国人の方とお話もできるし、交流の幅が広がりました。
これは私の特技と言えます。恥ずかしいですが、韓国語ができることを褒められると嬉しくて自慢したくなるような、そんな気持ちになります。そしてさらに私は今英語の勉強もしていますが、英語の実力がなかなか伸びなくても韓国語ができるようになったから、同じように地道にコツコツ頑張ればきっとできるだろうとも思っています。実は英語の勉強にはあまり時間をかけることができていないので、そのせいで英語ができないということもありますが、でも勉強を続ければきっとできるようになるはずと思っています。これも英語を勉強する時の自分の自信につながっていますよね。このように特技が自分の自信につながるんですよね。なので私は特技ができると自分に自信がつく。つまり外国語の勉強を通して自分を好きになることができると思っています。こうして外国語を通して趣味と特技を見つけて自分に自信がついて自分を好きになる。とっても素敵だと思いませんか？私はこれをいろんな人に届けたいです。今、日本語の勉強のモチベーションややる気が落ちている方もいると思いますが、この動画を通して自分を好きになる人が増えたら嬉しいです。もちろん私も勉強のやる気が出ない時は多いですが、とにかく今日伝えたかったことは、日本語の勉強は大変ですが、頑張って続けることで自分に自信がつくと思いますし、自分のことをもっと好きになれると思いますので、これから一緒に頑張りましょう。さあ、今日はこんなところにしようかな。次回のポッドキャストのテーマはフロキャン界隈です皆さんこの言葉聞いたことありますか？多分 SNS、インスタグラムとか X、TikTok を見る方は見たことがあるかもしれません。日本では少し前から流行っている言葉で、フロキャン界隈以外にもオタク界隈とかゲーム界隈とかいろいろあります。次回はこの言葉の意味はもちろんいろんな界隈についてお話ししてみたいと思いますので、楽しみにしていてください。今日も日本語の勉強お疲れ様です。ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます。この動画が良かったと思った人はいいねとチャンネル登録お願いします。あと、こんなテーマで話してほしいなどの意見があればコメントの方で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。